皆さんこんにちは。レジン大好き、高闇です。今日は100円ショップダイソーで新発売したシリコーンソフトモールドボールのレビューをします。今回新発売したボールと似ているシリコーンモールドと比較して購入をするならどちらがおすすめかというお話もするので、ぜひ最後までご覧ください。それではダイソー新商品高クオリティの球体モールドの使い方始まります。こちらが新商品シリコーンモールドボールになります。こちらによく似た商品で少し前にダイソーで販売されたのがこちらのドームのシリコーンモールドになります。ドームは3種類の大きさの球体を6つ一度に作ることができます。一方、今回新発売したシリコーンモールドは2つの大きさの球体を一度に2つ作ることができます。以前から販売していたドームの方が作れるサイズも個数も多いので、今回のボールは買わなくてもいいのではないかと思われるかもしれませんが、こちらのドームには少々不具合がありました。不具合についてはこちらの動画で解説しております。今回はこちらのボールのシリコンモールドで不具合が出ないか、また先ほどのドームと比較した使用感の感想や、今から購入するならどちらがおすすめかということもお話ししていきます。まずはどれくらいの大きさの球体ができるのかチェックしたいので、モールドに透明のレジン液を入れます。レジンライトで固めていきます。固めることができました。高加熱が冷めてからモールドから取り外します。シリコンモールドから外した時点でとてもツヤのある仕上がりになりました。こちらのドーム状を使った時や、それからセリアさんの球体シリコンモールドを使った時は、シリコンモールドから外した後、やや表面が曇っており、最後にコーティングしてあげなければこのようなツヤは出ませんでした。こちらのシリコンモールドはモールドから取り外した後のコーティングの必要がなさそうです。それではこちらのシリコンモールドを使って作品を作っていきます。まずは朝食からしていきます。宝石の雫、パープル、イエローグリーン、シアン。レジン液と着色料を混ぜ合わせてカラーレジン液にすることができたら、球体モールドに透明のレジン液を少量入れます。モールドの中に入れた透明のレジン液を全面に伸ばし広げます。だいたい全面に伸ばし広げることができたら、カラーレジン液を落としていきます。レジンライトで固めていきます。固めることができたら、縁がいっぱいになるまで透明のレジン液を入れます。レジンライトで固めていきます。固めることができたら、モールドからレジンを取り外します。よっこいしょ。
モールドから外すことができたら、ダイソーの引き物パーツ、ラウンドを、こんな感じで球体に接着します。まず、引き物パーツの方に、レジン液を1滴垂らします。そしたら、このレジン液を垂らした箇所に、先ほどレジンで作ったパーツをくっつけて、このまま固めます。固めることができたら、このままだとパーツが外れやすいので、この上にレジン液を重ねて頑丈にくっつけます。レジンライトで固めていきます。固めることができたら枠製の完成になります。一回り大きい引き物パーツを使うとこんな感じになります。ここに穴を開けてピアスやキーホルダーに加工することもできますし、穴を開けなくてもこんな感じで吊るせばアクセサリーなどに加工することができます。今回新発売したボールのシリコンモールドはシリコンモールドの質がとても良かったです。コーティングをするのが苦手でシリコンモールドから取り出してそのまま完成にしたいという方には特におすすめのシリコンモールドとなります。コーティングが手間ではないよという場合はこちらのドーム状の方が作れる数が多いので、コーティングが苦にならないという方は、こちらのドーム状の球体がおすすめです。あなたはどちらのシリコンモールドの方が使いやすそうだなと感じましたか？私はどちらか一つを選べと言われたら、今回新発売したボールのシリコンモールドを選びます。それではまた次の動画でお会いしましょう。